みんな元気してるか？いや、今私かなりだるけて喋ってます。だるけてってなんだろう。いや、こうやってね、言葉もおかしくなるぐらいダラダラしてるということです。はい。さあ、というわけで、前回に引き続きアメリカ旅のお話をしていきたいと思います。今回で3回目になるかな。うん。ということで、最後までよろしければお付き合いください。前回は私がトラックストップラブズで素晴らしい店員さんに出会ったというお話をいたしました。で、今度はそこから約2時間ぐらいかけてフラッグスタッフってとこに移動していきます。で、後ろにね、その時のドライブ動画を流してるんだけど、今流れてるのはそのフラッグスタッフに行く途中のセドナっていう場所なんですよ。ここはね、結構有名な観光地で、ネイティブアメリカンの聖地だとも言われてるとこですけど、場所によってはちょっとね、観光地化されすぎて残念だなっていうところはありました。でもやっぱり聖地というだけあってね、簡単にね、そのエネルギーはかき消されることはありませんでしたね。もうかなり自然の織りなすパワーがね、ガンガンビンビンに来てましたよ。だからここに来る前まではもう帰りたい帰りたいと思ってたんだけど、やっぱこの雄大な景色を見たらね、やっぱ来てよかったんじゃないって思ったね。すぐコロって勝った。それだけ自然の癒しパワーっていうのはすごいっていうことがね、わかります。あと、こんな景色日本では見ないなと思って感動したんだと思うよ。とにかくとても印象に残った場所だったんで、日本にはない景色を楽しみたい方だったり、あとはこの強力な自然エネルギーをビンビンに感じたい方はね、ぜひ次の旅の候補にセドナを加えてみてもいいんじゃないかなと思います。さあ、ということで、そんな雄大な景色を見ながら、フラッグスタッフ方面に向かっていくんですけれども、またそこからさらにね、先に行ったところに、ホールブルグという町がございまして、その町にその日のホテルを取りました。なんせセドナ周辺の宿が高くてね、もう貧乏旅行してる私にはきつかったんだわ。でも結果的にそのホールブルグって町悪くなくて、なんか荒野にある廃れた町っていう感じ。ほら、西部劇とかに出てきそうなそんなイメージなんですけど、というのもルート66沿いのところにあったんで、その影響もあって、オールドアメリカンが残る渋い街だったと思うんですよ。なんだろう、ちょっと荒くれ者が集まりそうなそんな雰囲気漂ってるんだけど、意外に静かでね、ちょっとたまに口が悪いというか、言ってるやつはいたけどね。酔っ払いなんでしょうね、多分。そんな渋い街でホテルを取りまして、そこで初めてアメリカのスーパーで買い物をすることになります。その街にセーフウェイというスーパーがございまして、もうその時初めての体験だったんで不安だったんだけどさ、一応無事に買えたから問題なかったんだけど、なんか計量しないといけないやつがちょっとややこしくて、そういうパターンには何度か遭遇したんだけど、結局最後まで計量にはなれなかったというね。で、そのセーフウェイで買い物した後に、ファミリータラーというお店を見つけまして、そっちの方でも買い物をしてみました。そしたら個人旅行者の私にはね、非常に便利なサイズのものが置いてありまして、もうそれからダーラショップ頼みでしたね。で、物によってはスーパーよりも安いしね、クリスタルガイザーが安かったのが非常に助かりましたよ。水は大事ですからね、どこでも。あと、日用品のコンパクトサイズがあって、とっても助かりました。ただしね、店舗によっては置いてないとこもあるので、もう見つけたら即買いした方がいいなと思いましたね。ということで、ホールブルクの渋い街で一泊いたしまして、今度はね、アリゾナ州からニューメキシコ州の方に入りまして、ズーニというところを目的にして走っていきました。そのズーニというところは、ズニ族のね、リザベーションのある場所でございまして、古くからその土地に住んでいたと言われるネイティブアメリカンの部族だそうです。このズニ族に関しても、聞こえてきた声をヒントにね、辿った結果でいろいろ知ることができたんですよね。そうやってズニ族のことをいろいろ調べてたら、結構気になること出てきてね、例えば日本語とズニ語の類似性だったりとか、あとは伝統とか風習が似てるなって思いました。もちろんね、ズニ族の方も、ファッションだったりとかもね、アメリカ化してますけども、そんな中でも自分たちの伝統を受け継いでやっておられるという感じでしょうかね。やっぱそんなとこも日本と似てるんですよね。だからすごくね、親近感を湧く人たちでした。だからそのズニ村に3泊の予定だったんだけど、あと2泊増やして5泊になったわ。
まあ貧乏旅行には予算オーバーだったんだけどさ、もう疲れは溜まってたし、なんか伝統工芸品のお部屋可愛くって癒されるし、朝食美味しいし、特に青トウモロコシのパンケーキがめっちゃ美味しくてさ、もう素朴な朝食にかなり胃が癒されてたし、で、ホテルも清潔だし、従業員の人親切だし、もうおばさん序盤からしんどくなってたし、早く日本に帰りたいし、つってもうほんと C あるのみだったんですよ。だからもう体を守るために奮発するときも必要だからさ、もうそういう時に惜しまないでおこうと思ってね。まあその延泊したおかげもあって、ズニ族の伝統行事でもありますレインダンスっていうのをね、運よく見ることができました。まあこのレインダンスっていうのはもう聞いてわかる通り、雨乞いの踊りということなんですけども、まあ見てわかるようにニューメキシコ州の土地は非常に乾いてまして、なかなか雨の降らない地域になっております。まあだからこそ余計にね、雨乞いの行事を大事にしておられるんですけど、まあそのダンスっていうのも結構過酷で、めっちゃ暑い中同じようなステップでずっと踊り続けてるんですよ。しかもなんか一日中踊るって言ってました。まあ私はね、よそ者だからあまりじっくり見ることはできなかったんですけど、そーっと脇から見てました。で、私が泊まっているところで他の宿泊客の方と絡む機会がございまして、なんかその方はそのダンスを見るために8泊してたって言ってましたね。わ、すごいと思って。まあその方一人旅で、まあボストンから来られたおじいちゃんだったんですけど、まあズニ族の村に来た理由はなんか伝統工芸品に興味持ったっていうのもあるし、いろんな歴史を知ってたみたいでね、ネイティブアメリカンの。まあ、だから多分話が合うんじゃないかなと思って頑張って英語で交流してみたんですよ。そしたらなんかその方がホピ族の村に行ったらどうだって勧めてきたんですね。まあ私が古い部族に会いに来たんだって言ったからだと思うんですけど、まあホピ族についてはちょっと理解はしてたんで、まあただ知ってる人は共通認識で古い部族だって思ってるんだなって感じました。まあ確かにね、その時点でもホピ族のことは気にしてたんですよ。まあ、なぜね、ズニ族の村から、まあ、4時間ぐらいでホビ族の村に行けるってことを知ってたんで、まあでもね、やっぱり目的はタオスなんで、まずはやっぱりそっちの方から行かなきゃいけないと思って、まあもうそのままね、ズニの方からタオス方面に向けて、また車を走らせた次第でございます。まあとは言っても、ズニのところからタオスまでは時間かかるので、また中継地点として、今度はニューメキシコ州最大都市でありますアルバカーキーというところに立ち寄りました。まあ、やっぱ都市部なんでホテルも割と安かったし、あとレンタカーも借り直そうって思ってたんですよ。いやまあ最初借りたレンタカーのタイヤがさ、たったの1週間で空気圧がなくなってきたんだわ。いやちゃんと点検したのか道路が悪いのかよくわかんないけど、早くねと思って。なんかよくパンクするって聞いてたけど、ほんと細切れに借りててよかったなってその時思いましたよ、本当に。まあそのアルバカーキーでね、無事に車を借りれたのは良かったんだけど、その日の夜に泊まったホテルがやばかったんだよ。いやもうこれ以上被害者を増やしたくないので名前を公開しますけど、スタジオ6というね、モーテルでございます。まあこのホテルってアメリカでは結構有名なチェーンだと思うんですけど、まあアルバカーキーの底は本当にひどかった。まあ確かにアルバカーキってあまり治安良くないって聞いてたから地域差は出ると思うんだけど、もういきなりチェックインからギャングの匂いが漂ってたよ。いるなみたいな。たむろしてるなみたいな、そんな感じ。もうフロントに出てきた女の人がギャングの愛人だったもんね。ネイルとか真っ黄色でさ。しかもなんか耳についてるピアスがフラフープみたいにでかいんだわ。すごいジャラジャラしてたし。で、なんか知らないけど、フロントのところに、その人の娘が何かと、あともう一人従業員がいたんだけど、なんかもうめっちゃ喋ってるわけよ、みんなで。いや、なんか健全そうなホテルだったのに、夜のお仕事が満載でびっくりしたわ、いきなり。で、ようやく手続きが済んで、自分の泊まる部屋に移動したらさ、なんか布団が穴だらけだったんだわ。最初はちらっと見えてただけだから、ここだけかなと思ってめくったら、まあ、全体的に穴だらけだったんだわ。で虫食いかなって一瞬思ったんだけど、よく見たら焦げがあったから、あ、これタバコだって思ったのね。でもよくよく考えたらその部屋って禁煙で予約したはずだったし、禁煙だったし、でもこのブランケット突き返す時にまたさっきのギャングの女集団のとこに行くの嫌だなって思ったんだけど、でも逆にさ、禁煙の部屋でお前タバコ吸いやがったな、
ブランケット代弁償しろなんて言われたらたまったもんじゃないじゃん。だからもう意を決して言いに行きましたよ。ねえ、ちょっと私、禁煙の部屋なんだけど、なんでブランケットにこんな穴開いてんのって言ってやりましたよ。まあ、そしたらね、I'm so sorry って言ってました。意外に塩らしかったです、あんな雰囲気で。まあ、第一印象が悪くて怖かったけど、やっぱりはっきり言ってよかったなと思いましたよ。まあ、例えば先入観だったりとか、見た目に騙されてしまうことって多々ありますからね。まあ、そういう意味じゃアルバカーキでの経験はいい勉強になったんじゃないかなと思いますよ。いや、ほんとサンキューアルバカーキ、怖かったけど。で、その翌日の朝さ、なんか知らないけど、ホテルの駐車場に燃えた後の車が止まってたんだわ。